こんにちは、ペッパンデです。今日は崩壊スターレールでの異物の選択において、メインステータスは攻撃パーセントが良いか、それとも特定の属性余ダメージの方が良いか、これについて徹底解説、検証していきたいと思います。以下が今回の概要となっております。ダメージの基礎知識、異物メインステータス 1% ごとの与えるダメージの比較、異物のメインステータスが最大値のパーセントだった場合のダメージ比較、敵の防御力の計算方法、そして最後に有利属性時のダメージ倍率になっております。これらを説明していく前に、まずはサクッと結論を言います。勝者は〇〇属性余ダメージパーセントの方です。攻撃力パーセントを特化させるよりも、全ての条件において属性余ダメージの方が高くなっております。多くの皆さんはすでに知っていたという方も多いと思われますが、ここはあえて詳しく検証していくことでそれを証明していきたいと思います。まずは検証にあたってのダメージ基礎知識のおさらいです。その1、ダメージにランダム性はありません。ダメージが1回表記されたら、同じ環境下なら10回試しても100回試しても同じダメージが出ます。これは会心ダメージでも同じです。その2、クリティカルダメージの計算方法にブレ幅もございません。通常ダメージを会心ダメージパーセントにかけるだけで的確に会心ダメージが計算されています。その3、〇〇の属性余ダメージは属性余ダメージ倍率が適用される前のダメージに対して掛け算を行っております。つまり同じステータス、同じ敵、同じ環境下で敵を攻撃し、そのダメージを割り出した後、属性倍率をかけることで最終ダメージが割り出せるようになります。以上のダメージ基礎知識を理解したところで、次は実際の検証データを見ていきましょう。今回のテスト対象はレベル20のお寿司ちゃんでございます。奇跡は全部レベル1で、公園水にはお寿司ちゃんに合ってない運命を使っているので、追加効果は発動せず、ステータスのみに利用している状態となっております。ちなみに公園水を装備させたのは、ダメージが低すぎて死者誤入されて分かりにくかったり、敵に殴られて即死することが多かったためです。そして異物の装備は検証によって攻撃パーセントを調整したり、属性倍率を調整したりしていますが、テストごとに、攻撃力と会心ダメージは同じになるように調整しています。さて、ここからは検証用の基礎ダメージから見ていきます。まずは攻撃力パーセントが0、物理属性余ダメージが0、敵に対して有利属性ではない場合のダメージを見ていきます。通常ダメージが101、そしてクリティカルダメージが151となっております。次は攻撃力パーセントが 9.9、 物理属性余ダメージが0、敵に対しての有利属性ではない場合のダメージを見ていきます。通常ダメージが110、クリティカルダメージが165となっております。最後に攻撃力パーセントが0、物理属性余ダメージが10、敵に対しての有利属性ではない場合のダメージを見ていきます。通常ダメージが111、そしてクリティカルダメージが167となっております。これらをまとめたのが以下の表になっています。ダメージの伸びしろが一番良いのは属性倍率になっていますが、これはぴったし攻撃力を 10% 上げることができなかったので、誤差をなくすために 1% ごとのダメージの上がり幅を計算していきます。それをまとめたのが上の表になります。見ての通り 1% 間隔では属性倍率の方がほんのわずかですが高くなっています。ですがこれは元のダメージが低いから死者誤入で誤差の範囲なのではという可能性もありますので、元のダメージを上げてからもう一度計算してみたいと思います。まずは攻力パーセント 21.9、 物理属性余ダメージが0、敵に対しての有利属性ではない場合のダメージを見ていきます。通常ダメージが121、そしてクリティカルダメージが182となっております。そして同じように属性倍率 30.1 も割り出した結果が以下の表になります。この結果から分かるように
1% ごとのダメージ上昇はほぼ比較用の基礎ダメージの伸び幅と同じだと証明することができました。そして今度は異物のメインステータスの最大値も見てみましょう。攻撃力パーセントの最大値は 43.2%、 そして物理属性余ダメージの最大値は 38.8% になっております。これを見た場合、属性余ダメージパーセントが最大値は攻撃力パーセントの最大値よりも低いのにもかかわらず、最終的なダメージは属性余ダメージの方が高いという結果になりました。なお、ダメージに差は大きくないように見えますが、元となる攻撃力が高ければ高くなるほどこの差は開いていきます。それに加え、属性余ダメージパーセントが上がる異物セットでは4セットにすることでさらなる恩恵が受けられるケースが多いので、総合的にも属性余ダメージセットの方が勝つということになります。それでは改めて結論になります。属性余ダメージの方が総合的にダメージの伸びが良いということが改めて分かりました。そして同時に序盤はダメージにそこまでの大差がないので、攻力パーセント特化のガンマンセットを使いながら最終的には自分に必要な属性余ダメージアップの異物セットを揃えるのが良いでしょう。次は敵の防御力の計算方法を発見しましたのでお伝えしたいと思います。同じ環境下で攻撃力などを変えて検証した結果から敵の防御力を計算できるパターンを見つけました。それは与えたダメージに表記されている攻撃力を割ると毎回同じ割合になります。つまり敵の防御力は固定値の数ではなく表示攻撃力に対する割合で軽減されています。今回の特定の敵にはダメージは表記攻撃力の 0.156% 前後のダメージしか通らないので、つまり防御力は 1-0.156 で答えは 0.844 前後が敵の防御力になります。これによりどんなに攻撃力を上げたとしてもダメージはその表記攻撃力 ×0.156 が推定値となります。そして最後のトピックは有利属性を攻撃した時の具体的な倍率についてです。まずは弱点属性をついた時のダメージの検証を見てみましょう。最初は攻力パーセント0、物理属性余ダメージが0、そして敵に対しての有利属性である場合のダメージを見ていきます。通常ダメージが126、そしてクリティカルダメージが189となっております。次は攻力パーセントが 9.9、 物理属性余ダメージが0、敵に対しての有利属性である場合のダメージを見ていきます。通常ダメージが138、クリティカルダメージが207となっております。最後は攻力パーセントが0、物理属性余ダメージが10、敵に対しての有利属性である場合のダメージを見ていきます。通常ダメージが139、クリティカルダメージが208となっております。こうやって検証できればもはや一目瞭然ですね。では結論に入ります。弱点倍率は 1.25 倍であると。一応一部の特定の敵次第では変わる可能性は否めないですが、現状はこれを結論とさせていただきます。という感じで今回の解説は以上となります。ここまで見てくださった皆様本当にありがとうございました。異物に使うリソースは年中足りないと思うので、この動画がもし何かの参考になればそれが一番嬉しいです。これからも崩壊スターレールで何かシェアできるものを発見でき次第動画を作っていきますので、もしよろしければ高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは皆さんまた次回の動画でお会いいたしましょう。以上、ペッパンだからでした。ではではです。